桃太郎。昔々、穏やかな野山の近くの小さな村に、心優しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。その村は色とりどりの花々に囲まれ、清らかな小川が湧き出す、とても美しい村でした。おじいさんとおばあさんは貧しい暮らしをしていましたが、二人はとても仲睦まじく、優しい心で助け合って暮らしていました。そんなある日、おじいさんはいつものようにおばあさんに言いました。誰、ちょっくら山へ入ってくるよ。おばあさんは微笑んで言いました。どうぞ気をつけてな。そうして、おじいさんはいつものように山へ芝刈りに出かけていったので、おばあさんもいつものように川へ洗濯に出かけました。清らかな小川の流れに手を差し伸べて、おばあさんは鼻歌しながら、ジャッ、ジャッと洗濯物を洗います。いつものような穏やかなひとときでした。ところがどっこい、おばあさんはいつもと違うことに気づきました。清らかな小川の上流から何やら大きな桃が流れてきます。それは米俵よりも大きな桃で、どんぶらこ、どんぶらこ。小川のせせらぎをゆっくり流れて、おばあさんの前までやってきました。おばあさんはびっくりしましたが、すぐに微笑んでつぶやきました。おやまあ、どうしたことだろう。こんな大きな桃ならば、みずみずしくてよっぽど美味しいに違いないさね。おじいさんがさぞ喜ぶでしょうね。優しいおじいさんが喜んでほっぺたを赤くする様子を目に浮かべながら、おばあさんはその桃をよっこらせと持ち上げて、洗濯物と一緒に背負って帰りました。おばあさんがようやく家に戻ると、おじいさんもすぐに芝刈りから戻ってきました。おじいさんや、この大きな桃を見てごらんなさいよ。おりゃまあ、こりゃ立派な桃じゃの。こいつはきっと美味しいことだろう。おじいさんとおばあさんは早速包丁を取り出して、その大きな桃を切ろうとしましたが、不意に大きな桃がゴロゴロ揺れたかと思うと、二人があっと思う間もなく、大きな桃はパカッとてっぺんから二つに割れて、その中から丸々と太った立派な男の赤ちゃんが勢いよく飛び出しました。びっくり仰天してしまった二人でしたが、生まれた赤ん坊があまりに愛らしいので、おじいさんとおばあさんは顔を見合わせて、ふっと微笑みました。おばあさんはニコニコして言いました。この子はきっと、子供のいない私たちに天からの授かり物でしょう。私たちはこの子を立派に育ててあげないといけませんよ。おじいさんもホクホクした顔で言いました。そうじゃな。大きな桃から生まれた立派な子だから、桃太郎と名付けようじゃないか。おじいさんとおばあさんは桃から生まれた桃太郎を心の底から可愛がって育てたのでした。時が経ち、もりもり食べてぐんぐん大きくなった桃太郎は立派な少年に成長しました。目鼻たちはいかにも強そうで、村の子たちと何をして遊んでもいつも一番になるほど本当に強いのでした。そんなある夜、村はひっくり返したような大騒ぎになりました。そりゃ、そこらにある宝物は残らずもらっていくぞ。
夜中にいきなり鬼たちが家という家を襲っては、米や布地や宝物をみんな盗んでいってしまったのです。朝になって、村の人たちがみんな悲しんで泣いているのを見た心優しい桃太郎はおじいさんに尋ねました。おじいさん、どうすればみんなの宝物を取り返せるんだろう。おじいさんは難しい顔をして困ったように言いました。鬼たちは海の向こうの鬼ヶ島に住んでおってな。そこは荒い波を越えて切り立った崖を越えなければたどり着けぬ。それに鬼たちはみんな腕っぷしが強いのでな。なかなかどうして簡単に宝物を取り返すことはできんぞ、桃太郎。そう言われると、勝気で勇気あふれる桃太郎は桃の花のようににっこり満開に笑って胸を張りました。おじいさん、僕はその鬼ヶ島に冒険に行って、きっと鬼たちをやっつけて、村のみんなの宝物を取り返してくるよ。言われて、おじいさんとおばあさんは困ってしまいましたが、生まれながらに負けん気が強く、自分の心を曲げない桃太郎のことです。これはいくら止めても効かないだろうと悟ったおじいさんとおばあさんは、桃太郎の決心を応援することにしたのでした。おじいさんは家の奥から、おじいさんが若い頃に戦で使った鎧と刀の埃を払って磨き上げ、桃太郎に着せてあげました。そして、おばあさんは台所で丹精込めて、丁寧に、丁寧に、祈りと願いを込めて、たくさんのお団子を作って、それを家の中で一番立派な紫の巾着に入れて、桃太郎の前に差し出しました。おばあさんは言いました。いいかい桃太郎や。これはこの村に生まれた勇気のある若者が戦に出るときに、先祖代々手渡してきたきびだんごじゃ。この村に伝わるきびだんごはな、清らかな小川、豊かな山や花畑の力を授かった天下一品のきびだんご。一口食べればどこのどんな薬よりも力がもりもり湧いてくる。おいしいおいしいきびだんごじゃ。これを持っていけば、きっと途中で倒れることなく、いい仲間の恵みに助けられて、きっと鬼をやっつけて、笑顔で帰ってくることができるじゃろう。さあ、持っておいき。おばあさんが目に涙を浮かべながら桃太郎にきびだんごを手渡すと、おじいさんも涙を拭きながら、それでも一生懸命微笑んで、桃太郎の鎧の帯を締めてあげました。